ヤッホーとしきです。今回は最強繰り角戦法と3つ目の街攻略7選ということで、今回はマジでヤバいの見つけてきました。この動画はこのような感じでまとめてきましたので、タイムスタンプも作っておきますから、ご自身の好きなところから見ていってください。特にね、入手時期がかなり限定されている全能力プラス5のアクセ入手とか、もちろん今回の動画の目玉である確定クリティカル戦法ですね。そちらも詳しく検証して解説していますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではいくぞ。はい、それでは3つ目の街ブライハーベンで必要になる王の資質見ていきましょう。こちらが僕がブライハーベンをクリアした時の王の資質になっているんですが、全てだいたい3で見識だけ4という状態になっています。で、結果から言うとこれ全部の王の資質を3まで上げてください。例えばまだ2とかがばらついてる状態で説得力だけ4先に必要だよというのは今のところ存在しなかったので、僕みたいにね全部平均的に上げていくのが一番いいんじゃないかなと思います。で、その王の資質はどこで必要になってくるのかというと、やっぱりフォロワーのところですね。まず一番最初にストロールですね。こいつを5にすると包容力の上がるサブクエが発生して、それをクリアすると6にランクアップできるんですが、その時に想像力が3必要になります。続いて道家のアロンゾ、これはランク1からランク2に上げるときに見識が3、そしてそのままランク3からランク4に上げるときに包容力が3必要になってきます。続いてバードン、軍師ですね。こいつはランク4からランク5に上げるときに説得力が3必要になってきます。そして最後ベルギッター、商人ですね。こいつはランク4からランク5に上げるときに勇気が3必要になってくるということで、スキルの継承枠が3枠に増えるとか結構嬉しいことがあったりするんで、あと依頼達成時の報酬金額が増加するとか、バードンに至っては日をまたいだら小包でプレゼントが届くようになるといった便利機能が結構あったりするんで、上げていきたいですよね。なので基本的にこの先もそうだと思うんですが、全体的に平均的にね上げていけば割と困ることはないんじゃないかなと思います。もし仮にこれで例えば見識が5必要ですっていきなりなったとしても、前回の動画でお話しした通りダンジョンを1日で攻略することができれば、3つ目の街なんか結構余裕なスケジュール感だったんで、マジでねどれぐらいだろう、10日間以上は僕余ってフリー行動になったんですね。なのでそこら辺も全然対応できると思いますんで、皆さんは全体的にまんべんなく王の資質を上げていこうという方針でプレイしてみてください。闘技場の攻略解説やってみたいと思います。ここは3つ目の街のバルマレーの闘技場というところがありまして、来るとこんな感じの場所になっているんですが、受付に2人いて、奥が30連戦のコンテンツ、そして手前が認定戦から始まって階級戦に挑むことができるんですね。一応先に触れておきますが、両方とも昼のスケジュールを1回消費してしまいます。で、今回解説していくのは奥の30連戦ではなく手前の階級戦ですね。奥の30連戦は3段階の難易度があって、一番初級をクリアしてみたんですけど、なんかね王の資質の勇気が上がるだけで特に何もなかったんで、これから検証していくんですが、とりあえずこっちですね。こっちは景品がもらえるのでマジで重要です。こちらに関してはまず最初に認定戦というのをクリアして、次の日から階級戦に挑むことができます。で、何階級あるのかというと、まず銅の3級から始まって2級1級、そして銀ランクに上がって同じく3級から1級で、最後に金のランクに上がって3級から1級で、合計全部で9ランクあるんですね。つまりねお気づきの方もいるかもしれませんが、これ昼のスケジュール9個必要になるんですよね。やばいっすよね。ただここですね、階級戦は30連戦と違って報酬をもらうことができます。まず銅の1級をクリアすると幸運のガントレット、銀の1級をクリアすると16夜のメダリオン、金の1級はなんか読めないんですけどなんかの章ですね。会心の攻撃の威力がさらに上がるっていう秘伝の書、これ1級だけじゃなくて3級とか2級でもクリアするとポロポロもらえたりするんで結構うまいんですよね。そして今回はこれに挑戦して色々調べてきたんですが、結果から言うと僕の今のパーティーがレベル40、この時点で銀の2級まではクリアすることができました。普通に戦うだけではなくて様々条件が課せられたりとか色々あるんですけど、全然レベル40あったらクリアできちゃいましたね。なので今回はその模様
をスライドショー形式で紹介していきたいと思います。皆さんがね、挑む挑まないに関係なく、ちょっと知っておくだけでメンタルの負担がかなり軽減されますよね。あ、そういうコンテンツなんだなっていう感じで、ぜひね、ここも参考にしてみてください。で、まず一つ目は認定戦ですね。岩石マンジュラレベル33が出てきました。こいつもね、全然強くないです。ゴールドアタック連打で勝てましたね。続いて本編に入っていきます。銅の3級ですね。こんな感じのゴブリンの群れが出てきました。だいたい1匹あたりのレベルが38。ここも、魔法使いを使わないとかね、こいつの性質を理解していれば全然苦労することなく勝てると思います。続いて同ランクの2級。こちらはファストで戦うコンテンツになっていて、これもね、全然強くないです。敵のレベル見えなかったんですけど、普通になんか三国無双みたいな感じでフィールドで戦ってれば勝てましたね。こちらが銅の2級の景品でした。これ結構嬉しいっすよね。武器を浄化する時に使ったりするんで、これはね、うまいかなって思いました。銅の1級ですね。ここは条件が課せられていて、主人公のみで戦うコンテンツになっていました。敵のレベルは38で2匹いるんですけど、別にそんな強くはないですね。ある程度育っていれば普通に勝てるかなといった感じでした。景品がこちら、幸運のガントレット。これはね、結構重要かなと思うので、後で詳しく説明します。はい、どんどん行きましょう。銀の3級ですね。これは敵が5体出てきて、属性の耐性とか反射とかがバラバラなので、これもね、属性覚えるのめんどくさいと思うんで、ゴールドアタック連打で僕は勝てましたね。ちなみにここら辺から敵のレベルが45と跳ね上がるので、僕この時レベル40だったんですけど、これは普通に勝てました。はい、銀の3級の景品がこちら、蘇生の魔導機。そして最後、ここまでクリアすることができました。銀の2級はまたファスト戦になっていて、これもね、なんか普通に倒すことができましたね。むしろファスト戦は結構ありがたいかなって感じしました。銀の2級の景品が英雄の宝玉根。これは凱旋者で植えることのできる種ですね。そしてこれが僕のレベル40の時点でクリアできなかった銀の1級。敵は格闘家 ×2 なんですけど、こちら条件がありまして、こっちはパーティーメンバー2人、さらになおかつアーキタイプが格闘家に限定される。はい、もう敵のレベルは50なんですよね。結構強いし、敵も硬いんすね。で、さらにずるいなと思ったのが、この格闘場戦士ってフォーカスが向いている左の方ですね。こいつ格闘なのに魔法使ってきて、こっちのアーキタイプの文句って氷が弱点なんですけど、こいつバンバン氷の魔法使ってくるんですよ。やばくない？なのでここはレベルというよりは、格闘家のアーキタイプで氷の魔法を防ぐことのできるような対策をしていかないと絶対勝てないようになっています。そもそも銀の1級までたどり着くのに、認定戦を越して、銅の3級、2級、1級、そして銀の3、2、1と、もうこの時点で7日間の昼のスケジュール切ろうかなっていう感じになってるんで、ここまで行く人はいないんじゃないかなと思います。敵のレベルが50っていうこともありますし、ある程度冒険を進めたらまた戻ってくるっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で、一応闘技場の注意点なんですが、僕ね、これやられてしまったんですけど、この画面見てなんかおかしなことに気づかないですかね。そうなんですよ。闘技場で1人で戦わなければならないコンテンツとか、2人で戦わなきゃいけないとかあるんですけど、それ終わってそのまんま過ごしてると、パーティーが外れたまんまなんですね。はい、いなかったですよね。なんでこんな仕様なのかちょっとわかんないんですけど、気づいたら1人とか2人とかマジでシャレにならないので、本当にね、闘技場戦った後はパーティーがおかしくなってないか見ておいてください。アーキタイプ経験値 1.5 倍の防具入手やってみたいと思います。一応条件付きではあるんですが、1.5 倍という破格の性能してますんで、ぜひ皆さんゲットしてみてください。それが先ほどの闘技場でも出てきたこいつっすね。幸運のガントレット。あらゆる幸運に恵まれる黄金色のコテ、戦闘終了時装備者の入手アーキタイプ経験値が 1.5 倍になるのと運がプラス10。これやばいっすよね。これさえ装備しておけば経験値が溢れた分も、今作は経験値の塊のアイテムに変換されるので、無駄なくまだ育成していないアーキタイプにも経験値振り分けることができますよね。それが 1.5 倍っていうんでかなりいいんじゃないかなと思いますが、一応ね、諸条件があります。まず分かりやすいのが装備者のと書いてある点ですね。なので今で言えばアーキタイプの経験値が主人公のみ 1.5 倍になるよということです。さらにちょっと間違えやすいのが、バトルリザルト画面で経験値とかアーキタイプの経験値、お金とかマグとか左に4種類項目出ますよね。で、僕は主人公にこれを装備していたのでそうなったのかどうか分かりませんが、バトルリザルトでは 1.5 倍になった状態の数値が出るんですね。そこだけはね、皆さんご注意くださいっていうのと、こちら一番大事なのが戦闘終了時って書いてある部分ですね。これいろいろ試した結果、強敵弱いやつ関係なくファストで倒すとこの 1.5 倍は
反映されません。なのでしっかりと三角なら三角を押してバトルに突入した時のみ装備者の入手アーキタイプが経験値 1.5 倍になるよという防具だったんですね。これファストも 1.5 倍だったら超嬉しかったんですけど、というのもこの後紹介する3つ目の街で行くことのできるレベル上げですね。そこでは残念ながらファストでどんどん敵を倒していくといったムーブをやるので、これはね今回は使えません。この先普通に戦っていてレベル上げする場所があるならば、これめちゃくちゃいいやつになりますよね。なのでぜひ皆さんは一応使わないとしても取っといて損はないと思うので、ぜひゲットしてみてください。ということで入手場所なんですが、先ほどほぼほぼ解説しましたよね。闘技場のコンテンツで階級戦の銅の1級をクリアするとこれもらうことができます。繰り返しになりますが、階級戦に挑む前に1回認定戦、そして銅の3級2級、そして1級と合計で4日分のお昼のスケジュールを割くことになります。その4日間の昼間がどうしても割けないっていう方は後から取りに行ってもいいかもしれないですね。再三言うようですが、3つ目の街のメインストーリーを僕ここら辺でクリアしてしまって、で期日が13日なのでほぼほぼ10日以上フリーの時間があったんで、この辺りで4日間ぐらい昼のスケジュール割くことは全然可能だと思いますから、もし欲しい人は取ってみてください。はい、それでは3つ目の街でできるレベル上げ&金策その2ですね。前回の動画で紹介したレベル上げ&金策のその2って感じなんですが、今回はどこに行くのかというと、ブラインハーベン3つの街から上のここですね、邪剣の塔というところが今回の狩り場になります。で適正レベルは一応35からとなっていて、レベル30とかそれぐらいでも全然行くことは可能だと思うんですが、35から一気に効率が良くなるよって感じですね。でおすすめは悪天候の日を選んでください。で街の広場に天気予報士がいるので、そいつに250円払ってまず天気予報を見てから3日かかるので、デイ3というところが悪天候になってる時を必ず狙ってください。というのも今回のレベル上げは結構ね作業感がすごいので、経験値ブーストがないとちょっとねめちゃくちゃ時間かかるんじゃないかなと思いますんで、さらに余談ですが、今作は難易度をビギナーに下げると経験値の効率が 1.5 倍ほど上がる計算になっていますんで、いつもノーマル以下にはしたくないよっていう僕みたいなね謎のプライドを持ってる方も、この経験値稼ぎの時だけはビギナーにしてもいいんじゃないかなと思います。時間が圧縮されるんでかなり嬉しいですよね。はい、それでは邪剣の塔到着しました。行ってみたいと思います。はい、入りましたらもうずーっと上の方まで駆け上ってってください。ここら辺も倒しちゃっていいんですけど、別にね一緒なのでね、はい、普通にどんどん登ってってください。はい、そしてこのような左部屋みたいなところにたどり着きましたら、もういるんですけど、赤い無限脇の眉がありますよね。でここら辺の敵をファストでどんどん倒していく。マジで注意点なのが、無限脇の赤いやつを倒さずにゴブリンたちをファストで倒していく、これが重要になってくるので、そこだけお気をつけください。でこの時に商人を装備していればこんな感じでお金がめちゃくちゃ入るっていう仕組みになってます。この一番でかいやつがレベル32なんですね。なのでプラス3して、こちらのレベルが35以上あればファストだけでこんな感じで快適に狩ることができます。で今の僕の主人公がレベル41で、次のレベルアップまで5286で、さっきちょっとやっただけで600とか700とか入ったんで結構うまいっすよね。普通に戦闘するよりもめちゃめちゃ早いと思います。で個人的にはレベル45とか67ぐらいまで上げると結構楽になるんじゃないかなと思います。ただ結構作業感になってしまうので、悪天候を狙ってくるっていうのが一つ大きなミソになるんじゃないかなと思います。はい、今10分ぐらい連続でフルコンボでやってるので、左なんかカウント系みたいになってますよね。6000ぐらいいきますかね。10分ぐらい、11、2分ぐらいって感じですかね。はい、これぐらいは普通にじゃんじゃん稼ぐことができますね。ロックオンはしなくてもいいと思うんですけど、適当にねこうやってなんか音楽でも聴きながら勝ってみてください。結構楽しいですよ。またこんだけお金を稼げるということは、状態異常を回復するアイテムを買い込むことができるんですね。なのでいちいちアーキタイプの技の継承で状態異常を回復する魔法をセットしなくても一つ枠を圧縮することができますんで、お金とかね、マグももちろん稼げるんで、ぜひここでね稼げるうちはじゃんじゃん稼いどいてください。凱旋者用の本の入手やってみたいと思います。今回どこにいるのかというと、ブラインハーベンのこちら漁師宿広場というところのこのような感じの場所に来ています。で宝箱とかではなく、
今回はこいつ普通に話しかけるだけでゲットすることができますジュリアンっていうやつですね。はい、こんな感じで話して僕はもうゲットしちゃってるんですが、魔法的未来ってやつで見識が深まる本になっています。これでね、選択肢が増えるだけでだいぶやりやすくなりますよね。ちなみに今このデータでは8月21日で、8月21日限定ではなくて、こいつねいたり消えたりするんですけど、いろんな日で昼でも夜でも結構ランダムで出現するんですね。でランダムといってもそんなに確率が低いわけじゃなくて、気づいたらいる感じで皆さんの街にも普通にいると思うんで、これがメインストーリークリア後限定なのか前でもゲットできるのか僕はちょっとわからなくなってしまったんですが、皆さんもねぜひこいつ探して本ゲットしてみてください。全能力プラス5のアクセ入手やってみたいと思います。それが何かというとこちらですね。虹色の鱗というアクセサリー、ガリカにもらった虹色に輝く鱗全能力プラス5は結構やばいですよね。おそらく中盤終わり終盤ぐらいまでは多分これ使ってても全然いけるんじゃないかなと思いますんで、ぜひこのタイミングでゲットしてみてください。さらにですね、これはガリカにもらうと虹色の鱗という名前なんですが、他のキャラクターからももらうことができて、それ次第によってはアクセサリーの名前が変わるんですが、全部能力は一緒で全能力プラス5という値になっています。でこのアクセサリー入手タイミングがかなり限定的で、日程で言うと8月の16日、3つ目の街のメインストーリーの期日が8月13日なので、一応入手のタイミングとしては3つ目の街クリア後すぐといったイメージです。とりあえずメインをクリアして8月13日を迎えて、なんやかんやあって16日と思っておいてください。はい、それでは8月16日にタイムスリップしてきました。で僕はたまたまこの感じで三角を押して、なんか支援者の様子でも見よっかなと思って押したらこんな感じになったんですね。ガリカと話すなんて今までなかなかなかったですよね。なのでこれを押してみたらなんか会話シーンが流れてもらえたと。でさらに先ほど言った他のキャラクターからももらうことができて、ハイザメですね。いつもとは違う特別な話ができるかもしれない。ストロールも話しかけるとちょっと特別な文が出てきますよね。はい、ということでこの点々点が出ている仲間に話しかけると誰でもいいので全能力プラス5がもらえるよというイベントの日だったんですね。全能力プラス5ってね、いつまで使えるか分かりませんが結構強いかなと思うんで、とりあえず8月16日この日は特別なイベントが起きているよというのは頭に入れておいてください。ぜひ皆さん取ってみましょう。はい、それでは確定クリティカル戦法をやっていきたいと思います。これめちゃくちゃ気になりますよね。前回の動画のコメントでちょっとヒントをいただきまして、その動画ではゴールドアタックを使ってたんですけど、今回はこちら人定ゼにあるフォーチュンスロット777円かかるんですが、命中率が低くて当たれば必ずクリティカルになる万能属性の物理攻撃のダメージ、これが当たれば必ずクリティカルになるっていうんで2つのターンを消費するんですが、クリティカルになったら小さめのまたターンが2つ生まれますよね。ということで要は当たればめちゃくちゃ有利な状況を作り出せると。命中率をどうにかするんですが、それがこちらですね。継承スキルの魔力統合、自動効果で人定ゼの威力と命中率が上昇する、これを装備して問題を解決しています。でその魔力統合はどこにあるのかっていうと、ここっすね。ウィザードにあります。ウィザードをレベルマックスまで育てるとここにあるんですね。ということでウィザードをレベルマックスにしたらここの技の継承に入れると。であとは皆さんのストーリーの進行具合によるんですが、ここの枠ですね、残りの枠はフリー枠です。はい、といった感じでこれから検証していくので、もしよかったら参考にしてみてください。はい、それでは実際に相手のレベルが40、こちらはレベル41のデータでやっていて、簡単に言うと黄色い敵ですね。同等クラスの敵。さあこいつで通常状態でフォーチュンスロットどれぐらい当たるのか見てみましょう。はい、外れましたね。それでは2回目どうかやってみたいと思いますと、2回目は当たりました。はい、それでは元気よく3回目いってみましょう。いってらっしゃい。はい、外れ。4回目どうなるか。いやまた外れましたね。これ結構当たんないんすよね。命中率 50% あるかな。さあ頼む、5回目そろそろ当たってほしい。いや当たらない。マジでこのままだと全然使い物にならないな。頼む、もう最後にしてくれ。6回目やっと当たった。はい、それではここで魔力統合装備してみたいと思います。さあもう一回同じ敵で今回はいかがでしょうか。はい、当たりました。さあ2回目これはどうなるか。はい、また当たりました。こいつもレベル41同等の敵ですね。さあどうなるか。
はい、当たりました。今3連続で当たっています。4回目です。はい、当たり。5回目、また当たる。はい、6回目も当たる。はい、ということで、あれからずっと使ってみたんですけど、ずっとクリティカル出っ放しなんですよね。20回、30回とかじゃなくて100回以上試してるんですけど、未だにクリティカル出続けてるんで、ほぼほぼ 100% クリカクって言っていいんじゃないでしょうか。はい、こちらが今回の検証の主人公のステータスですね。レベルが42。命中と回避に関わる速さがプラス9になっていて31。なので、むしろ素早さが低いので、命中率とかは低いはずなんですよね。これだけクリティカルが連発するということは、やはり、リンテーゼの命中が上がるっていうのは、よっぽど上がってるって感じなんでしょうね。っていうか、多分、ほぼほぼ 100% になってるんじゃないかなって思います。はい、それではここからは全員クリカク持ちのパーティーで行ってみたいと思います。このデータだと、全員のレベルが50を超えていて、しっかり全員のディーラーに魔力統合を装備させてきました。後でお見せしますが、コマンダーとジェネラルで覚えることのできるこちら、覇気の陣と庇護の陣、これ両方持っていくのが強いっすね。はい、それではレベル差が開きましたが、さっきと同じ敵でやってみたいと思います。ここからが実践的な使い方になるんですが、あともう一つ解説で、先ほどまでは間違えて後列にいたんですけど、これ前列の方が威力が上がるので、必ず前列にいてください。で、開幕フォーチュンスロットを打っていきます。この時のハイザメのステータスが力が32でした。続いて主人公、こちらもフォーチュンスロットを打っていきます。3818、超強いっすよね。この時の主人公の力が48、この時点で3800も出るというね。で、2発撃ったら上を見てもらえればわかるんですけど、ターンがちっちゃくなってまだ4つ残ってるんですね。ということは2回分のクリティカルを打った後に普通に動くことができると。合計6回分行動することができるんで、マジ強いっすよね。で、ここからはフリー枠で持ってきた、例えば今回だったら強好きですね。格闘家の上位のやつで、突属性の物理攻撃でダメージ与えた後防御力を低下させるとか、普通にゴールドアタックをやっていってもいいと思います。で、これを行動したとして次、ここでもきつかったら味方全体の HP 中回復を持ってきていますし、またラクンダで防御力を低下させてもいいですね。そしてまたハイザメに戻ってきました。ここで持ってきた庇護の陣、これがねすごく役立つんですよ。これは使った瞬間に味方全体の隊列が後ろに移動して3ターン味方の防御力2バフなんすね。めちゃくちゃ強いっす。もちろん前列に移動して味方の攻撃力2バフするパターンのやつもあるんで、これ開幕に打っても大丈夫です。一番素早さの速いキャラクターに持たせておくといいでしょう。で、今回はこの庇護の陣を使うとします。はい、これで全員後列に戻ったので、これの何が強いのかというと、キャラクターが行動したやつも全員後ろに引っ張ってこれるんですね。なのでこの後、防御とかしてしまえば、攻撃はしたのに全員後列にいてダメージは防いでいる、しかも防御力2バフ状態を作ることができるんで、もうねとてつもなく有利な状態でバトルを進めることができるんですね。で、次のターンが始まったら自分で前列に移動するだけでいいんで、あとはまたフォーチュンスロット2回打って、また4回分の行動を残してサブに持ってきたフリー枠のスキルを叩き込んでもよし、デバフをかけるもよし、回復も打てるっていうんで、この使い方がね現時点でめちゃくちゃ強いっすね。で、この時点で僕は 100% 命中しているんですが、もし万が一人によって外れる場合は魔導機矢だったかな、魔法矢どっちか忘れたんですけど、どちらかに全体の命中回避をアップすることのできる魔法、それを使えるようにするアクセサリーが売っていました。ということで、あれなんかあんま当たんないなと思う方はそれを持ってきて使うのもめちゃくちゃいいと思います。あと他にもボスと戦う敵には必須級の盗むとかね、そういう便利なものも持ってこれるんで、ぜひねここは皆さんにカスタマイズはお任せします。自分なりのめちゃくちゃいいサブを持ってきてみてください。しかもですね結構重要なんですけど、敵の弱点を探す必要がないっていうだけでなくて、万能属性なので敵が物理の反射とかを持っていたとしても貫通するんですね。これが一番やばいかなと思います。おまけにオールリセット、敵全体にかかってる全てのバフを打ち消すことができるんで、もうめちゃくちゃ便利なんですよね。マジねチート級に強いと思うんで、ぜひ皆さん使ってみてください。いや3400強い。はい、ということでいかがだったでしょうか。最強クリカク戦法と3つ目の街攻略7戦でしたが、いやマジで強いですね。フォーチュンスロット便利すぎないですかね。このゲームは弱点を探して戦うのが醍醐味なんですけど、その醍醐味フ
っ飛ばすぐらい便利なんで、ぜひ皆さん使ってみてください。今後もメタファーリファンタジオの動画どんどん出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。